日本の銀行には今1000兆円ほどお金が眠っていると言われています。でもそのほとんどは何年経ってもほとんど増えていないんです。1000兆円ってすごい金額ですよね。それだけのお金が銀行の中でただ静かに眠っているんです。これちょっと不思議じゃないですか？日本人はどうしてこんなに貯金が好きなんでしょうか？そして貯金だけで本当に大丈夫なんでしょうか？今日はこのお金の話を一緒にゆっくり考えていきます。皆さん、こんにちは。陽介です。今日も日本語の練習一緒にしていきましょう。はじめに一つだけ。私は専門家ではないので、これを買いなさいみたいな話はしません。あくまで私がどう考えているかという話です。気楽に聞いてもらえたら嬉しいです。今日の流れです。まず、日本人がなぜ貯金好きなのか、その心のルーツを見ます。次に、貯金だけだと実は危ないかもしれないという話をします。最後に、私もやりたいのにできていないことのお話をします。では、始めましょう。日本では子供の頃からお金はしっかり貯めなさいと言われて育ちます。お小遣いをもらったら、まず貯金箱へ。そういう家庭も多いですよね。私もそうやって育ちました。お年玉は使わずに銀行へ。それが当たり前でした。貯金は安心で正しいこと。反対に投資は怖いもの、ギャンブルみたいなものというイメージがまだ強いんですね。皆さんの周りにはそういう感覚ありませんか？で、じゃあ貯金したらお金は増えるのか？銀行に預けると少しだけ利息がもらえます。利息はお金を預けたお礼にもらえるおまけのお金ですね。昔はこの利息がそこそこありました。銀行に置いておくだけでお金が育っていく時代もあったんです。私の親の世代はそれで結構貯まったそうです。でも今はそれがほとんどありません。100万円を1年預けても増えるのは数百円くらいと言われています。ジュースを何本か買ったらもう終わりです。これではなかなか増えませんよね。それでも多くの人が貯金を選びます。なぜでしょう？そこにはお金だけじゃない心の理由があるんです。じゃあ、どうして日本人はこんなに貯金が好きなんでしょうか？実はこれには古い理由がいくつも重なっているんです。一つじゃないんですね。歴史の話になりますけど、これが結構面白いんです。順番に見ていきましょう。まず、昔の中国から来た儒教という教え。日本人の考え方の土台になった教えです。ここに義と利という言葉があります。義は正しいこと。利はお金の儲け。そして立派な人は正しいかどうかで動く。つまらない人は得かどうかで動くと教えました。だからお金を第一に考えるのはちょっと下品だと思われたんです。なんとなく今の日本にも残っている感じがするんです。お金の話ばかりする人はなんとなく品がない。そういう空気あるんですよね。お金お金というのははしたない。そんな風に教わってきた人も多いと思います。それから仏教の足るを知るという考え。今持っているもので満足するという意味ですね。もっともっととお金を追いかけない。少ないもので心豊かに暮らす。それを美しいと考えました。足りない足りないとお金を追うより、今あるもので満足する。その方が幸せだよという教えですね。お金よりも心。そういう感じですね。そして武士です。昔、武士はお金を数えるのを恥ずかしいことだと思っていました。
お金の計算は商人がやること、武士がやることじゃないと、武士は食わねど高用事ということわざがあります。ご飯を食べていなくても食べたふりをして爪楊枝を使う。貧しくてもそれを見せないというプライドですね。まあちょっとした見栄とも言えますけど、こういう生き方を清貧と言います。お金や物を追わないで心を大切にする生き方ということですね。かっこいい生き方ですけど、まあお金は貯まりにくいですよね。そしてもう一つ、日本は昔から地震や台風の多い国です。だから、もしもの時のためにお金は置いておこうという気持ちも強かったんですね。いつ何が起こるかわからない。そういう時、手元にお金があるとやっぱり安心する。この感覚は今の私たちにも結構残っている気がします。こういう考えがいくつも重なって、日本ではお金の話はタブーになりました。タブーは人前で話しにくいことですね。だから今でもお金の話はしにくい。投資もなんだか怖い。そう感じる人が多いんです。これはいい悪いの話じゃありません。そういう歴史があったというだけの話です。でもその声は今の私たちの中で生きているんですね。さっき投資にはギャンブルみたいで怖いというイメージがあると言いました。実は私、その怖いという気持ちを家の中で間近に見て育ったんです。私の父は株をやっていました。ちょうど1980年代後半から2000年代にかけてです。でも、父の売り買いは数ヶ月ととても短いものでした。今でいう投機に近いやり方です。投機というのは値段の上がり下がりで短く勝負すること。つまりギャンブルに近いものですね。だから損ばかりだったんです。株は怖いもの。小さい頃の私はそれを見て、投資はお金が減る怖いものだと思っていました。でも大人になっていろいろ知って気づいたんです。父のやり方が違っていただけ。短い時間で勝負する投機と長く続ける投資は全く別物なんだなと、これは大人になってからの大きな発見でした。知っているか知らないか、お金のことを学ぶのは大事なんだなと思ったんです。でも時代は少しずつ変わっています。最近は NISA という制度ができて投資を始める人が増えました。NISA の口座は今2800万くらいまで増えたと言われています。結構な数ですよね。少し前までこんなに増えるなんて思いませんでした。それだけ空気が変わってきたんですね。それでもやっぱり貯金が一番という人はまだたくさんいるんですね。皆さんはどうですか？貯金する派ですか？それとも投資をしていますか？実は貯金だけってリスクがあるんですよね。貯金って一番安全に見えるじゃないですか。金額が減らないんだから損はしない。でもそこが落とし穴なんですよね。皆さんも最近の値上げ感じていますよね。前は100円だったものが今は120円、150円。この時、銀行の100万円はずっと100万円のまま。でも、その100万円で買えるものは前より減っているんです。数字は変わらないのに買えるものは減っていく。お金の力がこっそり弱くなっているんです。これが貯金の静かなリスクなんですよね。だから国は今、少し投資もどうですかとみんなの背中を押し始めました。その仕組みが NISA です。NISA って聞いたことはあってもよくわからない人が多いですよね。簡単に言いますね。普通、投資で儲かるとその儲けの2割くらいを税金として払います。1万円儲けたら2000円くらいは税金。でも NISA を使うとその税金がかからないんです。
儲けがまるまる自分のものになる。買い物の時に払う消費税は払う税金。ニーサはその反対で払わなくていい税金の優遇ですね。だから国はこのお得な入り口で投資を進めているんです。ニーサができて YouTube や SNS でもお金や投資の話がたくさん出るようになりました。昔はお金の話は下品だったのに、今は投資が普通のこと、やって当たり前になりつつあるんです。結構大きな変化ですよね。ちなみに私はどうしたいかという話をしたいと思います。投資は絶対に儲かるものではありません。そこはちゃんと言っておきたいです。私は父を見て自分でもいろいろ調べました。そして一つの答えに落ち着いたんです。父のような短い勝負はしない。世界中のたくさんの会社を少しずつまとめて持てるインデックスファンド、オルカンや S&P500 という名前を聞いたことがある人もいるかもしれません。一つの会社に全部かけるんじゃない。世界中に少しずつ分けておく。そうすればどこか一つがダメでも全部いっぺんにはなくならない。それを一度にたくさんは買いません。毎月決まった額をコツコツ買い続ける。それがいいんじゃないかなと私は思っています。派手さはありません。でも私にはこれぐらいがちょうどいいんです。そんな感じで NISA を使って2年前くらいから少し始めていました。でも今は生活の方に余裕がなくて一旦お休みしています。そこは正直まだ理想通りにはいっていません。毎月決まった額を出し続けるのは思っていたより大変なんですよね。やりたい気持ちはちゃんとあります。でも今はできていない。そこが私の今の正直なところです。まずは生活費として3ヶ月分くらいのお金に余裕ができたらすぐに再開したいですね。さあ、それでは最初の質問に答えを出しましょう。最初の質問です。日本人はなぜ貯金ばかりするのか。答えは製品という古い美意識があって、お金の話がタブーで投資は怖いと感じるから。そして貯金は安心だからですね。でも利息はほとんどつかないし、物価が上がればお金の価値は下がる。だから貯金だけで大丈夫とは言い切れません。かといってリスクを取って無理に投資することもない。まずは知ること。そして余裕ができたらコツコツ少しずつ。それでいいんじゃないかなと思います。今日はちょっとずつ変わってきている貯金と投資に対する日本人の考え方についてお話ししました。この動画が面白かったらチャンネル登録といいね、ハイプをお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。